こんにちは。今日はですね、2026年という僕たちの未来にとってめちゃくちゃ重要な年について、ある予測レポートをもとにじっくりと見ていきたいと思います。AI なんかのテクノロジーがいよいよ画面の中から飛び出して、僕たちのリアルな世界に溶け込み始める、まさにそういう転換点なんです。この変化が僕たちの働き方とか暮らしに一体どんな影響を与えるのか、一緒にその答えを探っていきましょう。このレポートが2026年をたった一言で表している言葉があるんです。それがこの現実統合。これただの流行りの言葉ってわけじゃないんですよね。僕たちの働き方、暮らし、そして社会の在り方そのものがもう根っこから変わっていくよっていう、そういう始まりの合図なんです。つまりどういうことかというとですね、今まで AI って画面の向こう側の存在だったり研究室の中のものって感じでしたよね。それが2026年には僕たちのすぐ隣にやってきて、具体的な道具として機能し始める、まさにそういうフェーズなんです。デジタルな実験が物理的なツールに変わるってことですね。さて、じゃあこの現実統合っていう大きな波が具体的にどんな風に僕たちの世界を変えていくんでしょうか。ここからいくつかの角度からその中身を詳しく見ていきましょうか。まずこの大きなテクノロジーの変化が起きるその舞台となる世界経済の話から始めましょうか。今世界ってどうなってるのっていうところですね。一言で言うと、世界は新しい安定期、いわば巡航速度での飛行に入っていくという見立てです。世界全体で見ると経済は3.1% ぐらいの安定成長に戻るんですね。でも大事なのはここからです。その中身を見ると全然違う景色が見えてくる。先進国はぼちぼちの成長、一方でインドとか東南アジアみたいな新興国がぐんぐん伸びていく。つまりみんなで一緒に進むんじゃなくて、それぞれの地域が違うスピードで走る、そういうまだら模様の世界が当たり前になるってことですね。それから経済の構造そのものもガラッと変わりますよ。これまでって世界の工場といえば中国でしたよね。でもそこに全部頼るのはリスクが高いよねってことで、インドとかベトナム、メキシコなんかに生産拠点がどんどん移っていく。この脱リスクの流れが2026年にはもう一つの形として固まって、世界のものの流れがもう元には戻らないレベルで書き換わっちゃうんです。さて、こんな風に安定はしてるんだけど、ちょっと分断された世界経済、この舞台の上でいよいよ2026年の主役が登場します。そう、 AI です。この AI の進化が全く新しいステージに進むことになるんです。 AI の進化ってこの3つのステップで考えるとすごく分かりやすいんですよ。ステップ1が今おなじみの生成 AI、 文章とか画像とかコンテンツを作る AI ですね。で、次はステップ2、エージェント AI。 これは僕たちの指示を理解してタスクを最後までやり遂げる AI。 そして2026年、ついにステップ3がやってきます。 AI がロボットっていう体を手に入れて、この現実世界で物理的に行動する、これがフィジカル AI。 この第3ステージがいよいよ始まるんです。じゃあこのフィジカル AI って具体的にどんな感じになるのって話ですよね。例えば想像してみてください。夜中の工場で人型のロボットが黙々と作業してたりとか、高速道路を運転手のいないトラックが列をなしで走ってたりとか、オフィスに行けば AI エージェントが秘書みたいに面倒なスケジュール調整とか経費精算を全部やってくれる。これも SF 映画の話じゃないんですよ。僕たちの日常の風景として当たり前になり始める。それが2026年っていう年なんです。この変化、特に僕たちみたいなオフィスで働く人にはものすごく影響が大きいんです。今まで人間がやってた地味なデータ入力とか資料作成とか、そういうのを AI エージェントがやってくれるようになるってことはですよ、僕たちに求められるスキルが根本から変わるってことなんです。もう作業する人じゃなくて AI っていう優秀な部下をどう使うかっていうマネージャーとしての腕が試される、そういう時代が来るわけです。ここでちょっと視点を日本にぐっと寄せてみましょうか。実はですね、今話してきた AI による大変革、これを世界で一番必要としてるのってもしかしたら日本かもしれないんです。なぜなら深刻な人手不足っていうもう待ったなしの危機がテクノロジーの導入をいわば強制している。僕たちはその最前線にいるんですね。この数字見ていただけますか。マイナス90万人。これ毎年ですよ。毎年日本の働き手がこれだけ減っていくんです。このプレッシャー半端じゃないですよね。もう本当に待ったなし。この課題の重さと緊急性がこのたった一つの数字からもう痛いほど伝わってきます。このとてつもない課題に2026年の日本はもう矢継ぎ早に対応していくことになります。まず長かったゼロ金利が終わって金利がだいたい 0.75% くらいまで上がる。これで企業の体力勝負が始まるわけですね。それから人手不足が本当に限界に来ている物流とか建設の現場には自動化を進めるための大規模な補助金が入る。そして GX グリーントランスフォーメーションですね。これへの大きな投資が始まって地方経済も動き出す。もう本当に激動の1年になりそうです。さて、ここまでかなり大きな変化の話をしてきました。じゃあ僕たちはこの新しい現実にどの備えればいいんでしょうか。ここからはこの予測を僕たちの仕事とか個人のキャリアにどう生かしていくか、具体的な話をしていきたいと思います。まず企業の皆さん、一番大事なのはもう人が足りないなら雇えばいいっていう考え方をきっぱり捨てること。これすごく重要です。 AI とかロボットをもう中核の従業員として考えて、彼らが働きやすいように仕事のやり方自体をデザインし直す。人手不足はもうこれ一過性のものじゃないんですよ。恒久的なものなんです。これを受け入れることが新しい時代の常識になるわけですね。じゃあ僕たち個人はどうすればいいか。まずさっきも言った AI マネジメント能力。
AI にどう指示して、どう評価して、どう修正させるか、このスキルはもう必須科目です。それから地味に大事なのが金融リテラシー。金利がある世界が戻ってくるので、お金の知識もアップデートしないとですよね。そして何よりも AI には真似できないこと、創造性とか物事を深く考える力、人の気持ちを察する力、こういう人間ならではのスキルを磨き続けること、それが AI 時代に僕たちが輝き続けるための一番確実な方法なんだと思います。さて、ここまでいろいろ話してきましたが、結局これってどういうことなんでしょうか。2026年っていう年が何を意味するのか。結論はこうです。2026年は AI が人間の仕事を奪う年じゃないんです。全く逆。僕たちが抱える一番人間的な問題、人が足りないっていうこの問題を解決するためにテクノロジーと協業せざるを得ない年なんです。 AI やロボットは脅威じゃなくて、この大変な時代を一緒に乗り越えていくためのもう欠かせない仲間になる。これが2026年の本当の姿なんですね。このレポート、すごく希望のある言葉で締めくくられてるんですよ。日本ってこれまで人口減少とか世界中のどの国よりも早く難しい問題にぶつかってきた課題先進国って言われてきましたよね。でも2026年はその課題をテクノロジーと一緒に解決していく課題解決先進国に生まれ変わる、もしかしたらその最後のチャンスになるかもしれない、そんな未来へのメッセージでこの話は終わっています。2025年ももう本当に終わりですね。いやー、本当にあっという間でしたね。ですよね。で、今日なんですけど、目前に迫った2026年を予測するかなり詳細なレポートを共有していただきました。はい。これは専門家たちがまとめている、年次の予測ホワイトペーパーという形式のものですね。政治経済からテクノロジーまでかなり網羅的で、ここ数年の生成 AI ブームとか、あとはポストコロナの混乱が一段落したその先で、特に私たち日本がどんな現実を迎えるのか、その核心を今日は一緒に探っていければと思います。このレポート、2026年を象徴するキーワードとして非常に面白い言葉を掲げてるんですよ。ほう。それが現実統合、リアリティインテグレーションの年。現実統合ですか。そうです。これまで画面の中にいた AI が、ロボットという身体を得て物理世界に出てくるとか、なるほど。あるいはもう長年課題だと言われ続けてきた人口減少がいよいよ待ったなしの経営問題としてあなたの会社のすぐそこまでやってくるとか、そういうバーチャルとリアル、理想と現実がもういなようなく統合されていく、そんな1年になるという分析なんです。バーチャルとリアルの統合、その影響が一番わかりやすく出そうなのが、やっぱりまずはお金の動き、つまり世界経済ですよね。レポートではそのあたりはどう描かれているんでしょうか。はい。まず世界経済全体の成長率ですが 3.1% から 3.2% と予測されていますね。 3.1 から 3.2。 レポートはこの状態を巡航速度と表現しています。大きな景気後退は回避したものの、かといって力強い V 字回復もない、いわば良くも悪くも安定した新しい平常運転モードに入る、そんなイメージですね。なるほど、巡航速度ですか。ただ世界全体がそうだとすると、逆にその地域ごとの違いも気になりますね。まさにそこがポイントなんです。地域ごとの温度差は、かなり大きいですね。まずアメリカですが、ここは AI 関連の投資と、あとデータセンター建設の需要がものすごく強力なエンジンになります。はい。ただ2025年まで続いた熱狂的な株高は少し落ち着いて、中間選挙を控えて政策の行方が経済を左右するっていう、より政治の季節に入っていきます。なるほど。一方でヨーロッパとか中国はどうなんですか。ヨーロッパはですね、地政学的な緊張を背景に、皮肉なことに防衛、宇宙航空産業が新たな牽引役になって緩やかに回復します。ほう。対照的に中国は長引く不動産不況がかなり深刻で、これまで目標にしてきた 5% 成長の維持がいよいよ困難になる正念場を迎えると予測されていますね。いやー、全く景色が違いますね。レポートではもう一つ、経済のブロック化という言葉も強調されていますよね。これは米中対立がより具体的なサプライチェーンの組み換えという形で一つの結論を見るということでしょうか。その通りです。もう脱中国依存が完了して、生産拠点がインド、ベトナム、メキシコといった国々に移る流れが完全に定着します。なるほど。そしてここからが非常に生々しい話なんですが、このブロック化を加速させるのが資源ナショナリズムの激化です。資源ナショナリズム。はい。AI 半導体とか EV バッテリーに不可欠なレアメタル、あるいは最先端の半導体製造装置といった戦略物資ですよね。これをめぐって各国が輸出管理を武器にするようになります。その結果、外交の現場ではバーター取引が主流になると。バーター取引ですか。なんかまるで中世に戻ったような響きですけど、具体的にはどういう。例えば日本が半導体製造装置を輸出する見返りに南米の国からリチウムを直接受け取るみたいな。そういうことですか。まさにそういった物物交換に近い取引が国家間で当たり前のように結ばれるようになります。それはあなたがお勤めの企業の契約形態とか調達コストにも直接影響してくる話で、なるほど。単にお金を払えば物が手に入るという時代が終わりを告げるのかもしれないですね。世界経済のルールそのものが根本から変わっていく感じがしますね。そしてそんな世界の大きな変化の根底にあるのがやはりテクノロジー、AI の進化です。
レポートでは2026年の AI は生成から行動のステージに移るとありますが、これはどういう意味なんでしょこれまでの AI って私たちの指示で文章や画像を作る、つまり生成するのが主な仕事だったじゃないですか。う？はい、そうでした。でも2026年の AI は自ら行動を始めます。その象徴がフィジカル AI とエージェンティック AI という2つのキーワードなんです。フィジカル AI、つまり物理的な AI。そうです。AI が物理的な身体を持つということです。2026年はロボットが研究室を飛び出して本格的に社会で稼働し始める、いわばロボティクス元年になると位置づけられていますね。へえ。具体的にはどんな光景が見られるようになるんですか？例えばですね、テスラのオプティマスとかボストンダイナミクスのアトラス、ああいう人型ロボットがあなたの会社の工場や物流倉庫で人間と一緒に荷物を運んだり部品を組み立てたりする。そんな光景がもう現実になり始めます。なるほど。人型ロボットが同僚になると。そうです。あと物流の世界ではもっと大きな変化が起きます。高速道路などの限定された区間ではありますが、運転席に誰もいない自動運転レベル4のトラックが何台も連なって走る隊列走行、これが実用化されるでしょう。自動運転のトラックが隊列走行。これはまさに日本が抱える2024年問題、トラックドライバー不足に対する直接的な答えになり得ますね。まさにその通りなんです。人手不足という現実の課題に対して AI というテクノロジーが物理的に統合されていく典型的な例ですね。工場や物流のイメージはすごく湧きますけど、私みたいなデスクワーカーにとってはどうなんでしょう？オフィスでの現実統合はどういう形で現れるんですか？そこで出てくるのがもう一つのキーワード、エージェンティック AI。 エージェンティック AI。 はい、これは文章を書く AI から仕事をする AI への進化を意味します。仕事をする AI。 AI エージェント、つまり AI の代理人があなたに代わって自律的にタスクを計画して実行するようになります。ほう。例えばあなたが A 社の B さんと来週打ち合わせを設定してと AI に頼むとしますよね。すると AI があなたのカレンダーと相手のカレンダーを照合して候補日時を提案して会議室を予約してウェブ会議のリンクを発行して参加者に通知する。この一連の作業をあなたの最終承認だけで完了させてしまうんです。つまり AI が私の秘書のように動いてくれるというわけですね。そういうことです。他にも備品の発注とか経費生産とか定型的な事務作業はもうどんどん AI エージェントに任せられるようになります。レポートの試算ではこれによって一般的な事務作業の 30% 以上が AI に代替されるとしています。 30% ですか？それはかなり大きな数字ですね。でもAI エージェントに任せるのって少し怖くありませんか？取引先との大事な日程調整でミスされたらとか考えると結局自分でやった方が早いとなりそうな気もするんですが。非常に良い指摘ですね。だからこそ2026年に私たち人間に求められるスキルが劇的に変わるんです。スキルですか？はい。これまではいかに早く正確に処理するかが重要でしたけど、これからは AI にいかに的確な指示を出し、その結果を判断修正するか、いわば AI への指揮能力があなたの評価を左右するようになります。エバーセキュリティは大丈夫なんでしょうか？ AI によるディープフェイクありますよね。本物と見分けがつかない偽の動画とか音声、あれを使った詐欺や情報操作は2026年にはもう日常的な脅威になります。日常的に。なので当然防御する側も AI で武装することが必須のいわば AI 対 AI の戦いになります。なんだか SF 映画みたいですね。そこで重要になるのがデジタル来歴という考え方です。デジタル来歴。はい、これはその画像や動画がいつ誰がどうやって作ったかという履歴情報を記録して証明する技術です。 C2PA という国際標準規格がすでにあって、これが SNS やニュースサイトでこのコンテンツは本物ですよと証明するための、デジタル世界の身分証明書として必須になっていくでしょうね。自分の見ている情報が本物かどうかテクノロジーで確認しないといけない時代になると。さてここまで世界の大きな潮流を見てきましたが、いよいよこの話が私たち日本にどう影響してくるのか、そこを掘り下げていきたいです。はい、レポートでは2026年の日本は2025年に閉幕した大阪・関西万博後の、景気の反動といよいよ避けられなくなった恒常的な人手不足への対応、これが最大のテーマになると指摘しています。経済成長率は 0.8% から 1% と控えめなんですが、重要なのはその中身なんです。中身ですか？はい、最大の変化は金利のある世界が本格的に定着することです。日銀の追加利上げによって政策金利が 0.75% から 1% に達することが現実味を帯びてきます。ということは今あなたが組んでいる住宅ローンとか、あるいは銀行に預けている普通預金にもいよいよ直接的な変化が出てくるという話ですよね。まさにその通りです。変動金利でローンを組んでいる場合は返済額が増えるかもしれませんし、一方で預金金利が上がって少しは利息がつくようにもなる。はい。厳しい側面としては低金利で生き延びてきたいわゆるゾンビ企業の淘汰が進みますが、これは経済全体の新陳代謝が促されるという側面もあります。そして日本が直面するもう一つのより深刻な課題が超人手不足。特にトラックドライバーの労働規制である2024年問題の猶予期間が終わって、物流や建設現場の混乱がもう極限に達すると書かれていますね。はい。ただこの危機的な状況が皮肉にも日本企業の変革を強制的に後押しすることにもなります。レポートは中小企業も含めた省力化投資ブームが起きると予測しています。省力化投資ブーム。先ほど話したロボットの導入とか業務の DX 化がやれたらいいねではなくて、
やらないと潰れるというレベルで一気に進むんです。とはいえ、中小企業がロボット導入なんて資金的にかなりハードルが高いのでは？そこは国も理解していて、大規模な補助金なので後押しするでしょう。一種の社会変革として設備投資ブームが起きる可能性があるとリポートは見ています。なるほど。ただ人手不足にはもう一つの側面があって、こちらの方がもしかしたら根深いかもしれないです。と言いますと？外国人材の争奪戦の激化です。制度を整えてもそもそも日本で働きたいと思ってくれる外国の方が減っていくという問題ですね。円安が続いてベトナムやインドネシアといったアジア諸国の賃金もどんどん上がっている。そうなるとわざわざ日本に来る魅力が薄れてしまう。日本が選ばれる国であり続けられるのか、2026年その現実が突きつけられることになります。ここまでの話をまとめますと、2026年というのは AI が物理的な同僚になって世界経済は良くも悪くも新しいギアに入る。そして日本では人口減少という現実からもう目をそらせなくなる年ということになりそうですね。そうですね。そしてそれが企業とあなた個人にとって何を意味するのか。企業は人が足りないから採用するっていう発想自体がもう通用しなくなります。はい。AI やロボットを最初から戦力として計算に入れて、それに合わせて業務プロセス全体を再設計する必要があると。では私たち個人に求められることは何でしょう？レポートは2つ挙げていますね。1つは先ほども触れた AI マネジメント力。あなたの専門スキルに加えて AI に的確な指示を出し、その仕事ぶりを評価修正する能力がこれからのキャリアの絶対的な軸になります。なるほど。もう一つは金融リテラシーです。金利のある時代に住宅ローンや資産運用をどう見直すか、その知識があなたの家計を直接守ることになります。レポートの結論は非常に示唆に富んでいますね。2026年は日本が人海戦術や長時間労働といった昭和の成功体験と物理的な限界によって強制的に決別させられる年になると。しかしそれは必ずしも悲観的な未来ではないとも付け加えています。AI やロボットという新たなパートナーを得て、人間がもっと創造的な仕事に集中できる環境が整う、そのスタートラインでもあると。課題先進国から課題解決先進国へというわけですね。まさにそのラストチャンスの年だと位置づけています。だからこそ最後にあなたにも考えてみていただきたいんです。はい。 AI やロボットが私たちの新たなパートナーになるとして、では私たち人間にとって創造性や他者への共感、あるいは複雑な状況での倫理的な判断力といった人間ならではのスキルはこれからどれほど重要になっていくんでしょうか。その価値を私たちは社会として、そしてあなた自身のキャリアとしてどう評価し伸ばしていくべきなのか。2026年はその問いに私たち一人一人が向き合うことになるのかもしれません。